こんにちは。イタリア暮らしのリリマルです。ご無沙汰しております。2ヶ月ぶりの動画投稿となります。私事ですが、ビッグニュースがあります。新しい家族が増えました。元気な男の子です。今回の動画では、イタリアでの出産体験や新しい家族との日々をお話ししたいと思います。最後までお付き合いいただけると嬉しいです。それではよろしくお願いいたします。このチャンネルではイタリアでの暮らしの様子や感じたことについて紹介していきます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメントなどよろしくお願いします。今回の映像は年末休みの一日の様子を映したものです。午前中は家事をこなして、午後はビーチサイドに散歩に出かけました。まず出産に至る経緯についてお話ししたいと思います。妊娠期間のほとんどはミラノで過ごしたんですけれども、妻と話し合って出産は妻の地元のリグリア州ですることにしました。妻はミラノで働いてたんですけれども、産休に入る10月頃リグリア州に引っ越しました。僕たちを受け入れてくれた妻のご両親のサポートにはとても感謝してます。特にイタリア語ができない僕にとっては不甲斐ないですが、妻を十分にサポートすることは難しいこともあります。このようなことを考えると、リグリア州に移ったことは大正解だったかなと思ってます。出産予定の2ヶ月前の10月に妻の地元のリグリア州に移りました。で、引っ越し後の事務手続きや生活のセットアップなどに取り組んでいました。で、私の仕事はフルリモートなので、イタリア国内であればどこに住んでいても OK というようなフレキシブルな働き方ができています。で、このような働きやすい環境を提供してくれている今の会社には本当に感謝しています。ただ、全てが順調にいったわけではありませんでした。リグリア州に移って生活をセットアップしていたある日のことなんですけれども、妻の容体が急変するという事件がありました。おしっこに血が混じっていることを妻が発見しまして、で急いで病院へ行ったところ緊急入院することになりました。病院に着いてすぐ救急処置が行われたんですけれども、その間何が起きているのか、私には全く分からず、本当に気が気でなかったです。で、私は本当にひどい顔をしていたらしく、周りにいた看護師さんが私にも気を使ってくれて、風邪を仰いでくれたり、エチケット袋をくれたり、本当にお世話になりました。結果としてはポリープができていたらしく、そこから出血していたらしいです。で、それに関連して羊水が漏れてしまったということらしく、そこから感染症の危険性があるということだったので、そのまま入院することになりました。緊急入院してからはいつ出産になるかわからない状況でした。そもそも出産予定日まであと1ヶ月半以上あって、お医者さんは可能な限り出産を遅らせたいが、炎症もあるためなかなか出産日時を決めかねているというような状況だと聞いています。私はほぼ毎日妻のところへお見舞いに行きました。おかげで有給はほとんど使い果たしてしまいました。で、ずっと入院していると気がめいてくるもので、妻はまるで監獄にいるみたいだと言っていました。正直楽しみは食事くらいだったらしいです。
とは言っても病院食なのであまり期待できるものではなかったみたいです。その中でもじゃがいものプレが楽しみだったみたいです。正直私はあまりプレが好きではないので家ではほとんど食べないんですけれども、そのおかげで妻も食べられないということでここぞとばかりにプレばかり食べていたみたいです。いつ出産になるかわからない日々、先が見えない日々っていうのは辛いものです。で、妻の隣のベッドでは日々新しい命が誕生していました。お祝いを言いつつもいつ自分たちの番になるんだろうと不安に思っていた、正直とても辛い時期でした。私も妻も先が見えない状況で本当にしんどかった記憶があります。他にもある日妻が泣き出してしまうということがありました。嫌味なお医者さんがいるらしくて、なんか意地悪なことを言われたそうです。悲しいことではあるんですけれども、どこに行っても意地悪な人っていうのはいるものです。そういったこともあって妻の精神が衰弱していく中、なるべく一緒にいて身の回りの世話をしたり話を聞いたり、そばにいることしか私にはできませんでした。お医者さんが言うには当初の予定日を待つことは難しいということで、促進剤を使っての出産になるということでした。いつ出産するか日程が 2,3 回コロコロと変わってしまったんですけれども、11月初旬に出産することが決まりました。日程がコロコロ変わるっていうのは容体などの状況もあるので仕方がないことかなとは思うんですけれども、ちょっとイタリアっぽいことだなと思いました。僕は出産立ち会いは絶対にしたいと思ってました。夫として可能な限り妻をサポートしたいって思ってましたし、立ち会わないと妻がどんな思いで出産したのかっていうのがわからないと思います。で、それを知ることは夫、そして父親として自分の責任だと思ってますし、この経験を通してより妻を尊敬し深い関係を築くことができると思ってます。出産の当日、僕は朝から病院を訪れて妻と一緒に時間を過ごして促進剤が効き始めるのを待ちました。促進剤を投与し始めてからだいたい3時間ほどで陣痛が始まりました。で、妻は一定の間隔で苦痛に耐えていまして、で、僕は体をさすったり一緒に呼吸したり水をあげたり、そういった身の回りのことしかしてあげることができませんでした。陣痛が始まってから5時間ほどそのような状態が続いてまして、で、いよいよ陣痛が強くなってくるっていうのを傍から見ていても感じるような状況になりました。で、正直恐ろしくなるほど、壮絶で、僕の顔はおそらく恐ろしいほど引きつっていたと思います。で、女性の方が男性より体が強いって聞くことがあるんですけれども、本当にそうだなと思います。そんな壮絶な状況が1時間ぐらい続いたところで、お医者さんや看護師さんの動きが慌ただしくなり始めて、で、そろそろ生まれるのかなっていうのを察しました。ただ、妻のそばで妻の手を握ることしか僕にはできないという状況は変わりません。で、僕はずっと目をつぶって妻の手を握りしめていました。正直本当もう気が気でなくて、いつまでこれが続くんだろうっていうふうに思っていた矢先、妻の叫び声とともに赤ちゃんの泣き声が耳に入ってきました。正直生まれたのっていうような感じで、何が何だかわからないまま息子は誕生しました。正直混乱していて、自分が父親になった瞬間のことはあまり覚えてません。でも出産直後に妻が血にまみれた赤ちゃんを抱き上げている姿を見て、何とも言えない感情に包まれたことは覚えてます。で、その中に冷静な自分がいて、
で妻と息子が命を懸けてとてつもないことを成し遂げたんだな、そういう光景を見て、感謝と感動を覚えている、自分がいました。で気づくと妻と僕は笑顔でお互い目から涙が溢れていました。お互い声を掛け合ってその瞬間を祝福し合って、正直今でもその瞬間を思い出すと目頭が熱くなります。この美しい瞬間のことは、一生忘れないと思います。そんなこんなで壮絶な出産を2人で体験した後、妻と息子は1週間ほど病院で過ごしました。息子は予定日より1ヶ月以上早く生まれたんで、集中ケアが必要とのことでした。なので面会するまで少し時間がかかったというような状況でした。で数日後、息子が病室で過ごすことができるようになったので、その時初めて抱っこしました。その瞬間もまた特別で、また涙が溢れてきました。多分この瞬間が父親としての自覚が芽生えた瞬間だったと思います。不思議なもので、息子を抱っこした瞬間にふわっと体がじんわり温かくなったのを覚えています。幸福ホルモンでも出てたのかなといった感じです。今は無事に妻と息子は退院して新しい生活を始めたところになります。その生活が始まってもうすぐ2ヶ月になるんですけれども、バタバタしていてまだまだ慣れないことばかりです。いつも夫婦2人で話し合いながら子育ての問題を一つ一つ一緒に乗り越えていこうというような状況です。正直2人ともいつもげっそりしています。でもおかげさまで息子は元気に寝て食べて泣いての毎日を過ごしています。そんなわけで僕たちのイタリア生活は新しいチャプターを迎えることになりました。Life goes on っていう感じですね。本当に数年前までこんな風な生活になるとは全く思ってなかったので、とても感慨深い気がします。親としてスタートを切ったばかりで、まだまだ不安なことも多くあって、一方で充実した日々を過ごしているというような実感もあります。これからもイタリア人の妻、日本人の僕、そして両国にルーツを持つ息子の暮らしの様子を紹介できればいいなと思っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画は以上となります。そしていつもご視聴ありがとうございます。高評価、チャンネル登録、コメントいただけると動画制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。それではごきげんよう。